先日不登校の中学校の先生の、中学校の英語の勉強の仕方を相談したら、バカが教えるなぐらいのことを言われました。やはり英検2級 TOEIC605 では子供に英語を教えてはいけませんよね。留学経験ありません。イギリスを1ヶ月バイクで一人旅行したことしかありません。学歴は理系の博士です。母親です。英語でシャドーイングをやらせようっていう話をしてたと思うんですけど、シャドーイングをやらせて、そのシャドーイングの発音が合ってるか間違ってるかっていうのを説明できないんですよ。なのでそうすると、その日本人、例えばじゃあ、英語だとある程度聞いたことがあるので正解が分かりやすいかもしれないですけど、じゃあ突然韓国語のシャドーイングを子供が始めたとして、その韓国語のシャドーイングが合ってるか間違ってるかって教えられないじゃないですか。なんかその発音ちょっと違うよとかも言えないじゃないですか。なので結局シャドーイングって誰かが言った言葉を音をそのまま真似するっていう、例えば英語の映画とか見て、その英語のでなんかデンゼル・ワシントンとか喋ってるじゃないですか。でそれを音だけを真似するっていうので、真似していくうちに喋り方だったり、そのイントネーションだったり、その言葉の意味だったりも自然になんか覚えられるんじゃないかっていう英語の学び方の方法論の一つとしてあるんですけど、ただそれいくらやってもなんとなく音が上手くなるだけで単語を別に覚えられないし、でそもそもその音が上手くなったとしても本当にそれが上手いかどうか分かんないんですよ。今日本人が日本人向けに一生懸命英語の発音してても、それがネイティブの人から聞いたら、いやいやそれ L と R 逆だよみたいなのもあるかもしれないので、なので正解が分からないものを子供にやらせるのは僕は遠回りだと思うんですよ。で文法とか単語とかって文法正解不正解 100% 分かるじゃないですか。分かる人だったらね、日本人でも。でじゃあ単語とかも辞書引けば、はいこういう意味じゃありません、×丸って分かるじゃないですか。なので正解が分かるものをきちんとやって、分かるこれ分からないっていうので分かるものを増やしていくっていうのが勉強のやり方としては効率いいと思うんですよ。シャドーイングみたいなのでいくらやったとしても、これ正しいの間違ってるのって分かんないもの時間を費やすことになるので、あんまり良くないんじゃないかなと。ちなみに僕英語の勉強の時に発音問題は全部捨てました。できるわけないんだもん、発音問題なんて日本に住んでて。ちなみに英語の発音問題ってアメリカ人でも間違えるらしいですよ。そんな発音なんか意識して喋ってねえから分かんねえよっていう。例えば日本語でもリンゴとゴリラのゴっていう発音が違うんですよね。確かそうだよね。無意識にリンゴゴリラとか言ってるんですけど、実はゴっていう発音をしてるかどうかで発音違うんですけど、なので外国人がこれ真似するとなんかちょっと違うなっていうのが出やすいんですけど、なぜか無意識で日本人はそれを使い分けてたりするっていうのがあるんですけど、そんな感じでアメリカ人の人も無意識で発音してるので、発音記号で書かれるとわからんみたいなのがあったりするんですよね。